こんにちは。こんにちは。どうもよろしくお願いします。どうしたの、ゆみさん。なん何？か、ゆみさんじゃないですか。久しぶりにちゃんとメイクしてみた。久しぶりにちゃんとメイクしてみたって。まあでも普段でもちゃんとメイクしてますもんね。最近ね、あんまりしないんですよ。あ、そうなんですか？うーん。今日はつけまがすごくちゃんとしたやつじゃないですか、それ。いつもつうん。けてますつけま。うん、1年くらい前にね、一回やめたんですよ。あ、なんか当時は、なんていうのかな。まぶたがすごいむくんじゃってて、つけまつうん。げしても、なんか取れてきちゃうみうーたいな、なっん。てて、でも、その後、食事変えたら治ったんですよ。はい。それが。それが治って、で、つけまつげもできる状態だったんですけど、はい。そのむくんでる関係で、うん。つけまつげしてない期間が長くなっちゃって、もうそれうん。に慣れたから、もう毎朝やるのめんどくさくなって。まあまあ、そうよね。もう、でもさ、本当に男性と違って女性はお化粧をするというね、別にお化粧しなくてもいいじゃんって俺は思っちゃうんですけど、まあ、でも、ご本人がね、したいんだったらすればいいしって思うんですけど、大変ようーね。ん。化粧まあ、道具だって、だってうん。安くないでしょ？ただ、それは、個人によって違うじゃないですか。うん。メイクするの好きっていう人とめんどくさいっていうのうん、うと、ん、うん。いろんまあまあ、な人がそうか。いるのうん。で、私はまあ、そういうの好きなので。うん、俺もうん。10、22うん。くらいの時に一回メイクしたぐらいで、あとはもう、なんか友達何それ。の、友達みんな遊びでこうやってうん。て、うん、うん、で、可愛くなったんですけど、うん。うーん。男性にこういたずらでこう、まあ女の子もいましたけど、女の子もね、うん。化粧品使ってやらせてもらったので、うん。最終的にはもうバカボンになるわけですよ。お絵描き。ぐるぐるして。うん、うん、お絵描き始まっちゃうから。うん。うん、確かに。でもメイク面白いなっていうのは思いましたね、その当時。そうーれからもう何十年もやってませんん。けど、もちろん。うそうそうん。そう。結構ね、楽しいは楽しいんですよ。違ううん、自分になれますから。ね。俺もうほら、うん。常にすっぴんで勝負してますからね。うん、羨ましいです。ね、男子、すっぴんで勝負できる男性が羨ましいです。ね、女性も別にすっぴんで勝負、ユミさんって目肌立ちしっかりしてるから、すっぴんで勝負できるんじゃない？まあまあしてるんですけど、眉毛がないんですよ、私。うん。で、その治療の関係で一うん。旦全部毛が抜けて、うん。まつげと眉毛ほとんど生えてこなくなっちゃって、ああ、そうですか。ちょっとまだこの後生えてくる可能性もあるっちゃあるんですうん。けど、あ、そうか。じゃあ、あの当時からそれ、今に至ってもまだ生えてきてないってことですか？半分ぐらいかな。で、あとなんね。か、髪質っていうか、うん。特にまつげが、なんか弱くなっちゃって、わかんない。まつげの髪質がうん。弱くなる、強いっていうのはね、男性はもう100%わかあ、んないね。そっか。そうで、うん。ある程度うん。強さっていうかないと、うん。そのマスカラってわかります？まつわかりげ塗るやつ。ます。それはね、さすがにわかるわ。あれがね、塗れないんですよ。なんか産毛みたええ。いだから。うーん、なるほどそうそうそう。そね。れもあって、ちょっとこのアイメイクっていうのがね、結構レベルが高いんですよ、今。うん。そうなんだ。まあ、いろいろありますね、しかしな。ううん。ん。今日はどうしてたまには、かっちりやろうかな。どっか行くんですか、今日。いや、鏡上がった時に、鏡見た時にうん。テンション上がるっていう、そんだけです。そういうなんか、オプションがあるからいいよね、女性ね。俺別に鏡見てもテンション上がんねえしな。化粧してたらテンション上がるのか。ああ、でもわかるわ。あそれあ。でも私、結局わかる。うん。私は大体こう、出かけずに家で作業してるのはい。で、自分自身のこう美意識を保つとか、うーテンションをん。保つみたいなのが化粧が一個ね、結構役立ってるんですよ、その道具として。確かにね。うなるほどね。ん。あれ、洋服はどうですか？洋服？うん。まあ、好きなもの着るって感じかな。その、今日みたいにメイクをしっかりして、で、うん。洋服も違うもの着たら、やっぱり気分上がるわけじゃないですか。うん。いや、いいよね。そういうなんか、俺、どの服着ても同じだもん。シルエット。なんか私は長いこと、なんていうのかな、自分に構わずに、はい。今、こう、作ってるもの最優先みたいな期間が結構長かったので、自分がこういうの着たいなーっていうのを着始めたのが本当に休業入っ
た後からだから、この5年ぐらいなんですよ。うん。うん。なので、今もそこはなんか試行錯誤してるっていう感じそっなんですけど、か。うん。これそう。唯一テンション上がるかどうかわかんないですけど、髪の色っすね。髪の、うん。今ね、金色にしてますけど、うん。だいたいちょっとごめんなさいね。ビデオで見てない人はごめんなさい。このくらいうん。伸びる感じ。うん。うん。うん。このくらい伸びてる感じかな。うん。うん。このうん。くらい伸びてる感じだと、金色とね、この内側から出てくるこの黒っぽい、う白っぽいん。うん。のがね、ちょうどよくて、今ぐらいの感じの色はすごくちょうどいいなと思ってるんですよね、俺ね。うん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 。っていうのはいつもこのくらい伸びると、だいたい、あ、今の色いいなって思う。うそれだけかな。他にはん。何もねえな。うん、まあでもそういうことですよね、要は。多分ね。そういうことよね。うん。そうそうそう。そうなんです。だから今日はちょっと、テンション上げていこうと思って、メイクしまし今日はテンション上げておこうと思って、つって。全然上がった。上げていてねえじゃねえか。こうと思ってメイクしました。なんかさ、見た目という話をすればね、うん。なるほどイングリッシュのビデオっうてん、うん、うん、つけてるんですけど、うん、あの当時よりまたプラス、マイナスか、マイナス10キうん。ロぐらい減ったの10キと、ロ、うん。だってあの当時で多分10キロ減ってて、今また10キロ減って、今20キロ合計で減ったので、うん、でね、当時、こっち側のうん、うん、頬のあたりうん、うん。ですごくこう、シミがあったんですよ。うん。なんか、ゆうさん、輪をシミクリーム描いたような。買ったとか言ってた。そうそうそう。うん。それでね、イボ的なものも一個あったんです、ドーンとね。うん。イボなくなっちゃって。で、シミもね、まあ、だいぶ減って、まあ、うん。俺もそんなにほら、毎日毎日洗顔とかやっうてるわけじゃないから、あれですけど、ん。だいぶね、減ってきてね、効果あるのか、こういうクリームって思っそれ、た。それか全部長澤オリゴのおかげだったりして。かもしれねえな。すべて流してくれる。すべて流してくれるからね。まあでも、体重に関してはもう、長さを、オリオンのおかげ。今日ね、多分こうん。れ、出る前には午後出てると思うんですけど、そんうん。な話をして、なんか、リスナーさんからその、インターミテントダイエットっていうのがあって、ほう。16時間ごああ、とに食はいはいはい。事をする。うん。エイブね、もう10年ぐらいやってるんですって。うん。で、それで、まあ、好きなものを、その16時間ごとに好きなもの食べれるからストレスねえよ、という話してたんですけうど、ん。体重も10キロぐらい減ったのかな。で、うん。なんかラーメン、エイブが減ったみたいですよ。うん。で、ラーメン、そう10年前から比べたらね、うん。うん。うん。ラーメンとか食べて、体重が例えばなんかこう、不節制をして2キロぐらい、1、うん。2キロうん。増えたとするじゃないですか。でもうん。その体重もすぐ戻るって言ってましたね。うん。で、その動きって、俺の長澤オリオと一緒なんですよ。うん。そういうダイエット方法をしてないですけど、なんか1、2キロ減った、増えたとか、仙台行ったら4キロ増うん。うん。えたとかあるじゃないですか。うん。で、帰ってきてしばらくすると普通にまた戻りますから、ううん、ん。うん。今ね、67キロ台になりましたね。うん。マックスで88まで行ったので、不節制うを怠り。ん。うん。うん。だからそこからね、68、7キロ台になったかな、今。うん。でそういうこと、それもあれよね、メイクアップとか、それと同うん。じこと、いや、癖になるっちゃ癖になるかもしれないですね。何が？その、また太るんだったら、ちょっと、今の感じのままキープしたいって思うのは、うー癖になってるじゃん。ないですかね。癖になるとは言わないですかね、これは。どうなの？ どうなの？癖になるってどういう意味で癖になるって言ってんの？なんかほら、前は全然食べ物とかね、うん。気をつけてませんでしたけども、う例えばん。すんげえ焼肉食べて、うわーっていう時には、翌日はちょっとその分、帳尻合わせであまり食べないとかね。ああ、そういう癖になる。そういう癖になる。なんか全然あ前はそんなことあー。考えもしなかったんですけど、うん、うん、うん、そんなことやらなくても体重減るんですけど、まあうなんとなくね、そんなん。まあでこと思う。も、それ自分の体をいたわるって意味ではいいんじゃないですか？まあそうよね。うん、うん、うん。いいと思います。うん。うん。なんかね、昔友達の葬式に行ったことがあるんですよ。高校のうん。時の友達かな。うん。20、前、俺がパンパンになった時ですよ。うん。だからなんかこう、同級生のやつらも、お前よし、超太ったな、お前って言われてたわけですよ。うーうん。ん。またそういう奴らに会ったら、もう元に戻ったね、なんて、まあ思わねえだろうな。わかんないけど。うん。ちょっとリベンジ的な気持ちもあったりなんかしてね。うーそっか。日本人ってやっぱりほら、ね、太ったな、お前って言っちゃうじゃないですか。言う。
あれ本うん。当に外国人の人からしたら信じられないらしいですね。でしょううね。ん。見た目のことを開口一番に言うみたいなそう、開口一番。のは、あれはちょっとね、これ聞いてる人だけでもね、やめた方がいいうハビットですよ。うん。ん。うね、だって、ん。パッて久しぶりに会った、例えば俺、ユミさんに久しぶりに、よし、ユミさん太ったっすねって、今じゃ考えられないですね、うん。まあ、なんか、うん。それを言ったとしても、それの10倍ぐらい褒めてあげることをしたら、まあまあいいかなと思うんですけど、でも順番もあるじゃないですか。言う順番もあるし。でもさ、なんか最近どうなんですかなんか最近綺麗になったねとか、髪切ったっていうのもダメなんでしょ？あ、そうなんだ。コンプラ。それし、コンプラ的な感じで、髪切ったっていうのもセクハラになるみたいなさ、あ、そうなんだ。生きづらいわ、そんなのって。誰が言い出してんの、それ。そういう話も今日おー。午後でしたな。ええ、それは知なんからなかった。私、社会生活あんまりしてないな、そう思うと。なんかね、バンうん。クーバー、カナダでは、花火大会7月にすんげえでかいのがうん。2週間続くらしいんです。2週間で、一週間。うん。水木でね、うん。花火大会をするらしくて、ただ、ずっとそれがね、コンペティションみたいな感じで、他の国からも、カナダが主体になって、う素晴らん。しい、花火大会があったらしいんです。うん。そしたら一部の人がね、花火の音で子供が怖がるから、みたいなこと言い出したわけですよ。う今ね、花火大会やん。ってないんですって。ええ、そう、一部のふざけろよでしょ、人の意見のこれ。ために。そのちょっとした意見のために、なんか最近そういう傾向ねえっすか？本当に少数意あるある。見で、ね、あるあるある。なんか物事が変わってしうん。まうとかって、お前うん。らよ、と。俺ある。めちゃめちゃ腹立つなと思って。うー楽ん。しみじゃないですか、花火なんつったら。あるある。花火だけじゃないですよ。まあ、うん。他にもいろいろあるじゃないですか、なんかわかんないけど、そういうのなんか、そうういう少数意見のん。なんか、主語が大きい人たちになんか阻止されてさ、とか思って。うーん。主催者もやればいいじゃん、そんなの関係ない。おあ、で前もらうるせえバカ。日本だけじゃないっていうのがちょっと驚きっすね。そう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 。日本日本だったらだけじゃない。ありそうだけど。うん。ええ、そう。俺はね、う昔あったな、ん。なんかね、エピソード話してなんかそういうのって言っちゃいけないんじゃないですかみたいなこと言われたんですよ。うん。でね、他の番組とかで聞いてたら、なんかそこの部分削除しましたみたいな、後でうアナウンスして。ーん。俺絶対やんないですね、それ。うーん。間違った情報だとしても、その後訂正しますし、うーよく間違った情報言っちゃうん。からね。うん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 。なんかこういうこと失礼に当たるんじゃないですかみたいな。いやいや、それは、あなたがそう思うんだったらもう、あなたが選択次第ですよね、つって。うん。うん。まあ、要すうん。るに聞くな、みたいな感じですうん。うけど。ん。うん。うん。選択肢がいっぱいあるにもかかわらず、気になったからってそこに文句をつける。まあ、それもいいですけど、うん。文句つけるのはいいか。文句つけるのはいいや。文句つけるのはいいよ。ただ、その受け側の問題かもしれないですね。こうなってくると。うん。花火どんどんで子供かわいそうだから、怖がるから、だったら、お前らその時違うところ出かけろや、バカつって。お前のために俺らは花火大会中止することはねえって言ってやる主催者がいい。うん。まあでも本当そういうのいっぱいあるからな。いっぱいある。でも、そこの基準がわかんなくなりますね、これね。わかん一言で、なくなる。そ本当に。の主催者曲げんなだけじゃないからね、これはね。うん。うん、難しい問題なのかもしれない。でも難しくしてんのは俺らじゃん。どうなうんだろん。そう思う。うん。うう。うん。ん、まあ、ね。俺の考えで番組をやってるんだったら、俺のうん。考えのままで、そのままでやりますって感じがいいんじゃないのかな。うん。うん、そうですね。うん。なんか、導入重い話になっちゃったね。いや、もう私思い当たることいろいろありすぎて。まあね、これなかなかあの、難しい。だって、こううん。いう、なんだろうな、多くの方に配信をしているっていう立場だったりとか、ユミさんだったりね、自分のデザインを作ったブランドを立ち上げて、そこをね、皆さんにこう見ていただいてっていう、そういううん。商売をしてる人、やっぱりそこは気になるべきだし、気にするべきだしね。うん。うん。それを気にしすぎてどうすんのって感じがうするんだよん。な。なかなか難しい。この話、これをメインテーマにしてもいいね。いいレベルのこの話。話ですけど。うん。う皆さんどうん。思うかですよ。今の世の中。そうですね。なんかまあ、情報の取り方とかメディアが多種多うん。様になったので、うん。そういう面で便利になった分、うん。
こう複雑化したみたいな。あとは自分でそれが、これが本当の情報かどうかっていうのが、うまあわかんん。ないですね、今の時代はそうそね。うそうそう。本当に普そうなんで通のほら、すね。広告とかってね、普通の広告で何かの、う商品の広ん。告でも AI を使った声を使うじゃないでうすか。俺 ん。AI を使った声で商品の広告あると、この広告って嘘なんじゃないかなって思っちゃうんですよ。うん。絶対買わないの、あれ。うん。あうれも、あれん。で、まあね、どうかと思う。どうなんうですかね。うん。ん。まあ一応ね、今は画像とかそういったものに AI で生成されたものが一部含まれますみたいなのうん。が一応書いてあったりするじゃあしますけど。各いう自分も AI 使ってね、広告出してますからね。本当だ。あれはやっぱり見た目だったりとか情報量っていうのがうまいこと載せてくれる うん。AI の画像だったりとかなので、まあ、そこはうまく利用して、でも、いや、もう、やばい、これメインテーマにしたいね、今度ね、いつかね。そうですね。ね。この辺でやめていきましょう、これは。うん。はい。きりないから。はい。あのはい。近況、近況、今のでもういいんじゃない？ダメかあ、な。じゃあ、これで。これで。いや、俺のね、車見つかりそうみたいな、そんな話もあるんですけど、うん。でもわかんないからね、あれはね、見つかってからのお話にした方がいそういね。ですね。うん、うん。そう思まあ、毎日いろいろ探してるってことで。う。そうそうそう、車屋さんからいうん。つもね、いつもというか、一週間に2回くらいは連絡来て、これどうですかって来ますんで、うん。うん。うん。上限決めちゃってるから、俺、ほら、オーうクションサイトん。うん。なんでね。なので、うんそのオークションに、勝てなければ、その車はゲットできないといううスタイル。まあ、ゲットん。してからの話の方がいいですね、うん。これはね。うん。うん。でもね、いよいよかもしれないと思っちゃうね。ううん。ん。だってこれで OK ってなって、あ、ゲットできましたってなったら、もうそこでもう旅始められることになるわけ。うん。意外と早いかもしれないですね。ね、ちょっと、よしからのアップデートを待ちましょね。ぜひぜひ。ということで、始めましう。はい。ょうか。始めましょうか。アレルギースタートでございます。はーい。この番組は、何先ほどルッキズムの話しときながら、このルッキズムの話をこのまましていいかどうかわからないなーってなっちゃったんです、今。うん。関係ねえ、言っちゃうよ。今日はい。はお化粧のノリがいいユミさんと、気合が入ってる。ファッションデザイナーユミとだ。車が結構いろいろ見つかってきて、うん。ワクワクしてる。はい。プロ英会話ティーチャー、ヨシが。今日全然さっきの話と全然違うところからですね。はい。ね、よしが、どうそんなぞ。二人が、はい。えっと、カルチャー、ファッションについてゆるく話す番組です。さあ、今日は何そして。はい。ちょっと今日はね、クリエイティブうん。についてちょっと話したいなと思いました。いいですね。クリエイティブって、俺、うん。ちょっとお伺いしたいです。はい。クリエイティブっていうのは、ユミさんの場合は、この洋服いい感じの思いついたぞ、作るっていうところまでで一本通ってるじゃないですか。うん。俺ってクリエイティブな部分ってあると思う。傍から見て。クリエイティブな部分ってあるんですかね。おー。まあでも、コンテンツね、うん。企画立ち上げた時とか、あのコンテンツの企画っていうのは、あれはクリエイティブっていうのか。うん。そう。そこから2年かかっちゃったけどね、本当にもでもそのう。うん。最初は企画を立ち上げたところから、あ、うん。こういうふうに、こういうコンテンツにしてこう、あ、じゃあこれもこうしてみたいなのはアイデアの連続っていうか、そのそうそう。点がつながって線になっていくみたいな作業なんじゃないですか。でもそれ、それね、クリエイティうん。ブだと思クリエイティブか。う。うん。でもそれって俺のアイディア、俺がこういうふうにしたいっていうと、大体皆さんね、じゃあこうじゃいいんじゃないこうじゃいいんじゃないいろんな意見をいただくんです。うん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 。で、それをもとにして、あ、これは採用できるな、これは採用できないなっていうのを取捨選択して今の形になって、まあ、実習部屋とかもそうなんですけど、うん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 。この作業、でも一番最初のアイデアだけか、クリエイティブって呼べるのは。そうかな。どうかな？そんな風には思わないですけどね。そっか。じゃあ、俺うん。が全国旅しながらみたいなっていうのは、あれはクリエイティブじゃないでしょ。何旅。旅しながらなんかうん。こう、いろいろ生活していくみたいな、そのアイディア自体は。まあ、それもクリエイティブに入るし、なんかそのコンテンツ作ってる一個一個もクリエイティブじゃないですか。コラムに入れる、うーね、画像を作ったりとん、か。そうなんだ。うん。クリエイティブがわからなくなった。
クリエイティブって何本当に。まあうでも、うん、ん。俺の話ありがとうございます。すいません。ちょっうん。と気になったんでね。ユミさんの場合はクリエイティブは分かりやすいっすよ。本当に。うーん、そうかな。うん。じゃあ、クリエイティブ、あ、こういう服作りてーって思う瞬間っていうのはどういう瞬間ですか？ひらめき。はい。ひらめきです。ひらめきってさ、だってでも、通常考えると、俺がね、なるほど、うん。イングリッシュってコンテンツ作るときも、まあ、ひらめきはひらめきなんですけど、うん。それまでに培った何かいろんな経験の頂点でひらめくわけですよ。うん。で、あ、こういうコンテンツ作ろうっていう。で、うん。そこにはもちろん、そのコンテンツ作ろうと思った理由っていうか、その原点には、俺だったら自分で全部作れるっていう、そういう自分の知識量っていうのも含めてアイディアにうん。なり、で、結果自うん。分で全部作りましたからね。うん。っていう、ああいうのが外注はそうか、ビデオを作るときは、タクちゃんって人にね、頼んだりとか、デザインはみももちゃんっていう人にね、頼んだりとかいろいろしてますうん。けど、うん。基本的にその技術面では全部自分でうやる。そん。の自分はできるぞっていうのと、あとはいろんな方からのアイディアを聞いて、あ、こういうの作ろうっていう、この点になる瞬間をひらめきとおっしゃるのならば、うん。ユミさんはどうやってひらめきっていうのをゲットしていくんですか？ええ俺はもう分かりやすいですよ。ひらめきはもうそういう全部培ったもの、経験とかです。ただ、ユミさんの場合、経験なのクリエイティブ。だってさ、なんか、うん。降りてくるそう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 、自然に来るから。で、降りてくるまでには、なんかのヒントが、いろんなヒントが散りばめられたのが形にカチーンとなって、あ、これやろうってならないんだ。あ、それもある。そういう時もあるし、デ時ザインもある。とかはうん。本うん。当になんうん。か、急に来降りる。てくんだ。急に来る。それはね、やっぱり俺にない能力だからね、そこのクリエイティブは、本当大切にしてほしいし、まあ大切にしてるからね、今、こうやってやってうーるんだろうけど。ん、うん、俺、後者ないですね。突然何かが降りてくるっていうのないな。うーん。そすげえな。すげえな、イミさんな。だって俺必ず俺のひらめきは全部裏付けがありますもん。後から考えたらね。ちょっと待って、でもさ、うん。サウナ行こうって思う時とか急に来るでしょ？それでもクリエイティブじゃねえだろう。でも急に来るひらでしょ？めきか。急に来るでしょ？それも言うなれば、うん、後付けで考えるんであれば、サウナのうん、気持ちよさを知ってるから、で、うん、今日時間あるな。お金もまあまああるな。うん。天気いいな。行こうですよ。うーん。突然のひらめきではない。それも違うかも。だって、あ、デそうなの？ザインを思いつくのひらめきとサウナ行きたいひらめきは全く違うことじゃないいやいや、ですか。なんかその、頭に来る感じがどういう感覚か確認したかった。ああ、なんだろうね。で、なんかその、内側っていうか、うん。なんか急にこうしたくなったみたいなのないですか？たまに。急にしたくなった？うん、これしようみたいな。食べたいものとか、自分がやりたいこと、行動で急にひらめいたみたいまあ、あるかもね。な。うあ、ちょっん。とパスタ食べたいなとかでしょ？うん、とか、あとなんかよくわかんないけど、こっちの方角に行ってみたいなとかさ。あ、それはないです。こっちの方角に行ってみてはないです、それ。そうか。うん。それ、なんでそっちの方向に行きたいんですか？理由ないもん。すげえな。理由ないよ。なんかわかんないけど、こっちの方向がいいとか、なんか、うん。まあ、例えば自然で言ったら山がいいなとか、川がいいなとか、海だなとかさ、そういう、うん。なんか、あ、なんかそ脳裏にう。うん。来てるビジョンが、みたいな。ビジョン、なんか、映像が来てるみたいその経験ないんですよ、俺。そこですな。脳裏に来てるビジョンが。俺、ほら、旅しててもやっぱり思いましたけど、俺、景色にそんなに興味がなくて、な。いろんな人にここ行ってみて、うん、この景色楽しんだらいいじゃないですかって言われても、俺、うん、うん、なんとも心響かなくて、ごめんなさいなんですけど、うん、俺どちらかというとやっぱり人に会って楽うん、しい思いするわけですよ。その人にうん、会うということがメインであって、景色が2番目とか3番目でもなく無なんですね。
うーだからビジョンが浮かばないっていうのはあるかん。もしれないですね。そうか、そこはなんか、なんだろうな。私多分その余白を欲してるから。というと。うん、なんか人に会うってこうん。とは情報がいっぱい入ってくるじゃないですか。はいはいはい。うん。そうじゃなくて、余白が欲しい。じゃあ人に会うというよりも景色を楽しむ方がユミさんはうん、なんか優先である。景色を見て楽しむっていうか、なんかもうなんか、たの、体全体で楽しむみたいな。そううん。いう感じ。まあ確かにそれを言ったら、その岐阜でね、うん。お会いしたときに、うん。岐阜公園でしたっけ？うん。うん。あうん。そこのね、なんかこう、自然の喧騒から離れて、都会の喧騒からう離れて、自ん。然を味わうという意味では、すごくいい場所ではあったなとは思うんですよ。うん。でもあれもさ、考えてみたら一人では行かないです。うん。まあまあ、確かにね、それはあるかもだけど。うん。一人でこの景色を見て、ぼーっとするっていうのは、ないかな。うなんか俺のん。人生ってあまり、なんかこう、余白なくてダメだね。こう考えてるとね。ちょっとなんうか、余裕がーん。ないな、俺の人生。でもなんか、ヨシさんの場合は、その人と接することによって、うん。こう、いろいろ開かれていくっていうか、自分の中で、そう、なんか、自分のあるんじゃないですか。ひらめきという観点で言っても、やっぱり人からうん。得られるもの、自分ではなかなか一人でね、ペッて思いつかないので、いろんな人からのヒントが自分のうひらめきにつながってん。るので、うん。うん。まあじゃあ、俺のクリエイティブっていうのはユミさんのものとは違うな。ううん。で、ん。今すごく思った。だけど、まあ、クリエイティブじゃない面うん。っていうかな。あ、でもクリエイティブにはかかるか。なんか人と話してる間になんかいろいろ分かってきたとか、あ、うんうじゃあこうしんようとかってなるうん。うん。とかはありますよ。それはブレインストーミングに近いですよね。そう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 ん。で、ポッドキャストをう。うん。誰かと一緒にやるって、そういう経験がすごく積み重なっていくうので、ん。なんかいろいろアイディアは出ちゃいますよね。ううん。ん。じゃあ、その全く何もないところからね、降ってくるっていうの、そっちちょっとフォーカス当てていいですか？はい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 。何それってフォーカス当てたこの程度でごめんなさい。何その突然降ってくるっていうの。うん。まあ、これ、まあ、いや、でも説明できないだろうな、これな。なんか聞いててわかるんだけど。そういうもうん。んだろうっていう。そういうもんだ。ほら、魔女カメの上ちゃんとかもね、突然うん。彼は音楽の方がう降ってくる。ん。そういうのを持ち合わせてね、俺にはちょっと理解ができないんですよね。だけど、あれですよ。その、我々クリエイターっていうか、その、生み出す側も、うん。やっぱり脳に酸素が入ってないとっていうか、あなんかギあ。チギチだと、うん。やっぱりそこは圧迫されて、アイディアは浮かびにくくなると思いますよ。だから余白が必要なんだ。そうそうおそうそ俺のアイディアの源はだって人からのアイディアとかその経験からしか来てないっていうのは俺のこの50何年の経験上、う。自分のやっていくことっていうのは、結局は自分でアイディアを練り出すかもしれませんけども、その練り出すための材料の粘土は他の人からもらってるもん。うーん。うそこが大きく違うんだね。クリエイティブな人たちとは。ーん。そう私の中でね、暇が最強っていうね。すごいね。暇がいいですよ。うん。うん。そう。だって、俺も暇ですよ。最近。特にいろんなことずいぶん終わったので、まあなんならね、うん。今はね、人事を尽くして、天命を待つっていう言葉があるんですけど、ういろんなーん。ものぐじょ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 全部うん。うん。予定できる限りのことをやって、あとはもう天に任せるみたいな、そういう状うー態。こん。れね、今その状態なんです、俺。うん。うん。うん。なのでね、結構暇なんですよね。私、そういう意味ではな、人事尽くさないな。人事は、うん。ユミさんの場合は降ってくるでしょ、だって。うん。でその後じゃね、その後自分がひらめいたものっていうのをマインドの中にキープしてるだけだったらそれはダメだけど、そこから先人事を尽くしてアウトプットしていくわけでしょ？うで、そん。れが、人々にこう、受け入れられて購入していただくかどうかっていうのは天命を待つ状態じゃないですか。
うーん。そうね、うん。アウトプットがね、足りないと思うんですよね、私あ、ね。そう。じゃあ、インプットは多いってこと？そういう意味じゃないんですけど、なんうん。ていうのかな。クリエイティブでまあ、思いついたものをアウトプットしないってことか。形にするのは、うん。まあまあのとこまでやるんですけうん。ど、最後までやらないっていうか、うん。人にちゃんと伝えていくっていうのをまだ全然できていないんですよ。もうアーティストじゃん。もうアーティストの典そう。型じゃない、それ。うだからん。私、親友とかにもよく言われるんですけど、私の良さが全然伝わってないっていう。あ、そう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 。うん。本当にね、アーティストの人はね、だからその晩年とか死後、没後に、有名になっちゃうんですよ、あい私、つら。ゴッホみたいになりたくない。だってゴッホもそう辛い。ですもんね。自分で自辛い人分の、やっ生すぎる。うん。ぱりさ、自分でやっぱりその、裏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 書きなんだっけ？うん。えなんだっけね。まあ、ちょっとごめんなさいね。青写真。青写真みたいなもんうん。突然思いつくものじゃないですか。うん。これはいろんな人からのアイディアとか、まあそのマーうん。ケティング的なところも全部自分のアイディアになってポッと思いついてやるうん。ので、うん。そのセルフ、なんていうのああいうのってセルフマーケティング、プロデュース。うん。うん、プロデュース的な、っうん。ていうのも、まあまあ普通にしますよね。じゃあなるほどイングリッシュ、月額で1000円ですうとかね。ん。うん。で、そこで、その1000円をずっとね、キープしていただくために、これ、ネタをばらせば、実習部屋で、ずっとキープしていただくために、あと本人のためにもなるし、一石二鳥じゃないですか、と思って。っていう風に設計はするんですけど、アーティストの人っていうのは、ドーンと来たアイディアをポーンと出すから、その価値がわからないんですよ、自分でね。このう話も何回もしん。た、したかもしれないけど、だから自分の作品に値段つけるの苦手なんですよ、皆さん。うん。そうですうね。ーん、つまあ、って。値段つけるのは、うん。最近もうちょっと AI を駆使して、あ、本当？できる？うもん。う AI に決めてもらってます、いろいろ。あ、そうですか。うん。そうです、うん、それだっそうです。たら楽よね。そう、苦手なとこは、チャッピーを頼りながらうん。やってて、まあ、SNS 関係もちょっと、もうちょっとそこで手こ入れしてやんなきゃなとかうはん。考えてはいるんですけど。だからちょっとずつは改善はしてるんですけどね。せっかくのその自分のアイディアを形にするっていうのはできる。で、それを人々に知らしめるっていうのが、そこの部分がちょっと今のところ足りないってことですよね。そうなんですよ。全然足りてなくて。うでもそん。れ普通だよ。やっぱいろんな人見てきたけど、やっぱアーティストという感じでね、ういうん。人、生き方をしてる人ってやっぱりそこ苦手なんだよね。まあでもね、自分の知ってる友達とか知り合いとかが、ちゃんと SNS とかこなしてたりするとすげえうん。なーって思って見て俺は ます。SNS が単に嫌いなだけで番組をつぶやかないっていうのはありますけど。うーん。まあでも、使えるツールはね、ちゃんと使って自分まあね。自身表うんうんう現んうん。した方がいいよなとね。思うので。今はツールっていう面では、すごく恵まれてますからね、自分たちはね。うん、本当にそうなんですよ。うん。そうか、クリエイティブ突然来た時どうしてます？うーん。メモったりとかする？あ、そうか、デザイン書かないんですもんね、ユミさんは書ね。かないね。うん。書かない。消えちゃうじゃないですか。だって、パッと思いついたけど、うん。何かにメモったりとか、それをキープアイディアって、夢と一緒でどうなんですかね。海馬通ってない気がするんですよ。脳みその記憶うーをこう、キープしていくん。うん。海馬。うん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 。夢って起きた瞬間覚えててもすぐ忘れるじゃないですか。ああー、なんかね、うん。あのヨシさん見てましたっけ？シャーロック・ホームズのドラマ見てた？ああ、1話2話ぐらいは見たかもしれないですね。彼は、まあドラマ上ですけど、宮殿だったかな、脳の宮殿みたいなのがあるんではい。すよ。はい。そこでいろいろ自分会議っていうか、おなんかー。倉庫みたいなのがあって、そこうん。に記憶を入れたりとかいろいろやるうん。んですけど、そんな感じですかね。だと思なんか、うん、あと自分の中で組み立てが始まってて、ずっとハードディスクみたいな感じでう。う保ん。管してあるみたいな感じかな。ユミさんはどうやって保管してるの？デザインが書かないユミあ、さんは。書かないって言っても、まあ、書くは書きますよ。うん。あの、なんか、あれ見せていいかな。うん。
あの、これぐらいのことはやりますよ。これぐらいのことは。うーん。これぐらいのことはやりますよ。これちょっと、なるほどね。まだ、これの今年の秋冬のだから見せあ、られそう。ないですけど。うん。そう。そっか。なんかでもこれも自分の中で、もう固まってきたなーって思ったら、一覧表で書いて、うん。こう、客観視したときに、まあ私の場合は今、秋の受注会に向けて今月あたりからちょっと制作入るんですけど、客観的に見たときに全体のバランスどうなのかな、みたいな感じで見るうん。のに使うっていう感じかな。うん。でもまあ、ユミさんの場合はほら、型紙に起こさないといけないからね、結局のところ。そう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 。だからもう本当に、本うん。当にざっくりですね。デザインとかは。もう自分でイメージできてるから書く必要がなくて、そこから型紙にするのって、ざっくりでいいんですか、それって。できてるから、頭に。まあ、その辺の仕組みよくわかんないけど、あ、そうなんだ。すごそうそういね。そうそうそう。うだから私ん。はまあ客観的に全体を見たときにどうなのかなっていうバランスを見るためにメモ的な感じでうん。書き出すっていうのをやりますけど、まあ、あとはお気に入りの文房具があるので、それはいはい。でこうなんとなく指を動かして絵を描いてる、描きながら頭の中でもっと抽象的なものがもっと具体化するみたいな。うーん。そうそうそう。あのさ、自分の頭の中にあるものをアウトプットで書くとする、デザインを書くとするじゃないですか。うん。で、そのデザインを3日後に見たら、いや、こうじゃねえなっていうことってあるじゃないですか。うーん。自分もそのマーケティング的ななるほどイングリッシュ出すとうきに、いん。うや、ん。この方法じゃねえよなとか、いろいろやっぱり3日後とか1日でもいいですけども、うん。後から見たときに、いや、これちげえっていうのって、書かないとわかんないですよね。うーユミさんの場ん。合どうなんだろう、このデザインこういうふうにやったけど、書いてみたときに、ね、ああ、そうだな。うーん、あんまないのもしん。かして。後まあ、から見たら、いや、でも、これちげえみたいな。なんかこういうデザインにしたいんだけど、仕様うん。の関係でこれがどうしてもできなくってって、こう、どん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 こねくり回していくと変な風になっちゃって、で、結局うん。最初に戻ろっかみたいなのはありますけど。うん。まあ、よくアイディアもありますよね。よく最初にうん。戻るっていうのはよくあることだそうから。そうそう。そういうのはあるけど、うん。やっぱり違うのは、まあ確かにね、あるけど、うん。それをじゃあ全部、また、でも、迷い出したら書くかも。なるほどね。こういう細かい仕様で、こう、A パターン、B パターンでうん。迷ってるみたいなだと、書いてみてどうかみたいな。うん。じゃあ、クリエイティブなそのデザイン的なものは、どういう時に降ってきますか？これ、いつとは分かんないです。あ、そう。うん。そういう傾向とかはわかんないか。ないね。ないけど、でも、まあ、やらなきゃいけないなーっていうことが少ない方がいい。うん。脳の中があんまり忙しくない方がうん。いいですね。でもそうするとやっぱ車運転してる時とか、なんかうん。別の何か本を読んだりとか何かあるかな。ゲームしてるうー時とかね。それっん。て逆にその脳のスペースを空ける作業だと思うので、うーそういうん。時、俺はね、大体車運転してる時かな。だから車で旅をしてる時とかってすごくいろんなあこと思う。あ、ははは。うん。うん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 。そうね、多分、傾向なんだろうね。傾向はないんだ。うーザ・ん。クリエイティブだな、それ、本当に。うでも、ユミさん、ーん。余白を求めてますもんね。そう言っても。そう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 そその余白を求めるっていうのは、やっぱりその脳の余白があるから、そのアイデアが降ってくるから、その余白を作りたいっていうので、そういう行動をするっていうことでしょだって。う。うん、そうそう。ちょうど今週やっと、まあ、ずっと創作っていうか、立体物作ったりとか、絵とうん。かもやりたいみたいな話は番組でもしてきたかもしれないんですけど、あの、そんなにやってなくてですね、たまうん。に思いついてちょっと書いたりとかするぐらいで、で、アトリエを何回かこう移動させたりとかして、うん。物を移動させるたびに、物っていろんなとこ行くじゃないですか。はい。で、それで私が持ってる画材関係とかがもう家中に点在してまして、うん。で、やっと
今週入ってから、もうこれ一回画材をちょっと整頓、一箇所にまとめて整頓して、ちゃんといつでも絵とか創作物とかできるようにしよっかなっていう気持ちになったんですけど、うん。そこまで来るのにもう20年以上かかってるんで。あ、そうなんだ。そう、やっぱりえね、忙しい時期が長すぎたのと、うん。なんかそこのチャンネルのスイッチが入る状態じゃなかったっていうか、ううん、それは余ん。白も関係してるとは思うんですけど、そう。まあ自分の服とかちゃんと作ろうってなったのも、すごい時間かかったし。うん。もしかして、じゃあ、そういう状況でいつ来るかわからないアイディアとかっていうことは、スランプの時期もやっぱり長いかったりするんですかね。ああ、スランプは、うん。さっき言ったみたいな感じっていうか、やっぱりやらなきゃいけないことが多い時期はもうずっとダメですね。全然ダメ。OEM やってできてる。た時期はもう全然ダメです。ひらめきが一切ないです。直感力がもう一切ないです。本当に。うん。怖い。壊れちゃう。OEM ってね、下請けで作業をするみたいなそういう意味ですけど、そうですね。それ、まあ生活の方が優先になっちゃうもんね、それはね。なんかね、まあ、自分自身の活動もされてて、請負の仕事もされてる方だったら、ちょっとはわかるかなと思うんですけうん。ど、なんかやっぱりその人のものを自分が作るっていうのは、なんかある程度相手になっちゃうっていうか、まあ、なんか変な言い方になるんですけど、憑依させるみたいな。うん。う相手をん。憑依させて一緒に作っていくみたいな感じにはい。なるので、なんか、まあ、型紙とか自分で作るぐらいの企画のものだったりしたら、あ、こういう時はこの人だったらどっちがいいって思うかなとか、うん。ここの仕様はこうした方がその人らしいんじゃないかとか、そういうふうに考えるっていうか、もう私がその人になるみたいな感じで、そういうブランドの方と関わるので、ある意味その自分を抑えたりとか、自分の、あの、オリジナルの発想っていうのを止めないとできないんですよ、それって。ああ、ね。いや、わかる。うん、そう、なんか、相手になるから。うん。ユミさんの立場にはなれないけど、想像でわかる。うわかん。りますよね。うん、わかるわかるわかる。そうそう。だから、うん。ヨシさんのホームページをデザインするってなったら、ヨシさんになって、代わりに作っていくんですよ。構築していくから、ホームページを。だから、相手に自分が相手になってるっていう状態を常に作らなきゃいけないので、それがやっぱり、じゃあ今日は自分に戻ろうみたいな、それはね、気づくともうできなくなってるんですよ。不思私、議。そう、私はちょっとその時期がちょっと長すぎたかもしれないですね。うん、よく戻ってこれましたね。そうですね。えそう、結構まあ私はそれにプラスして、やっぱり人が言うこととかをすごい気にする性格だから、余計になんかオリジナルの発想っていうのがなんか、あ、これダメ、あれダメってこう決めつけちゃうっていうところがあって、う俺もまあん。まあ人の言ったことを気にする。でもそれを、俺の場合は生きてると思うの。他の人が言ってることうん。をトータルで考えて自分の中で咀嚼して、うん。うん。じゃあこういうふうにアウトプットしたらうまくいくかもなっていうふうにうまうん。く俺の場合はつなげられてきたうん。ので、うん。うん。うん。うーん、そうなね。んですよね。クリエイティブって難しいね。うーでもさ、ん。そのクリエイティブっていうのをベースにして、それで生活をしているユミさんって本当大したもんだと思いますよ。うーん。うん。いや、本当にね。だって、それで生きていけるんだもん。うーフリーランスの俺らってさ、なんかやっぱりん。大変じゃん。いろいろと。まあ、生きてい言ってない。けてるかって言われるとちょっと微妙なところですけど。まあでもだってそれを元にしたもので死んでないわけだから、今うは。ん。ちゃんと生きてるからね。うん。うん。ね。うん。自分の好きなことやって生活できるってすごくいいけど、大変よね。うん。うん。まあ、でも、だからといってね、なんかどっかでバイトするっていう気持ちにも今ならねえしな。うん。まあ普本人が通にいます。楽しむのが一番ですよ。そう。
あとはさ、車生活始まったら、うん。どうすんだろう、俺。なんか、うん。暇でどうしようって思っちゃね、それ、ね。う。うん。だから私も皆さんと同じように、そのエリアでいろいろ楽しめばいいじゃんって思っちゃうんでまあね、すけど。どうやって楽し、あ、じゃあ、そうね、そうね。俺を楽しませてください。ミうーティングん。だな。うん。うん。でも SNS とかでうん、事前に言っておけば案内しますよみたいなリスナーさんいいでとすね、本当にね。で、言ってくそう、れるかも。前もこんな話したね。で、昼ご飯ご馳走しますみたいな。うん。一うん。曲ね。でもな、あれ楽しかったな。富士急ハイランド。うん。うん。前の日の夕方ぐらいに、明日富士急ハイランド、土平日にね、うん。う行くん。んですけど、一緒に行く人いませんかって言ったら、あの、誰も来ねえって。お化け屋敷のやつ。お化け屋敷も一うん。人で行けなかったもん、あれだって。うん。とか、富士急ハイランド一人でね、遊んでたっていうね。うん。あれ楽しかっうん。たですね。うん。導入からオチに至るまで。うまくいったって思いました。平日の夕方以降になんか明日って言われたら来れる人なんかいないわけですから。まあでも、いないわけじゃないですかね。いろんな職業の方がいますからね。まあね。でもそのう時はね、誰も来れなかった。で後からん。やっぱり、平日じゃなければ、こんなに遅い告知じゃなければあってはははもう少し言われて、早くに。そう、思いの、これがね、こあ、れがでもさ、それじゃないその思いつきで行ったんでしょ富士急。狙ってましたね。夕方以降に言ったら誰も来ないから、それ面白いよなって思って、ちょっとあ、策略にしなんだ。そっか。いや、なんかそれをひらめきって言うんだよって言おうと思ったけど、違った。そう、違うの。でも、そういうふうに誰も来ないっていう状況を作りたいっていうひらめきがあったのかもしれないですね。ひら、うん、うん。ひらめきって言うんかな、ちょっなんとわかんとでも言えるわ、これ。本当に。ない。はい。うんうん。うん。はい。まあ、ひらめまあ、きはうん。突然来る。突然来るってことでね。いやいやいや、まだまだ全然理解できないですけど、この話はまたしたいっす。ひらめきうん。とか、誰かクリエイティブ。クリエイターさん招いて話そう。そうね、その時は俺いない方がいい。全然わかんないっすとかずっと言ってるから。うん。でもいない、わかんない人がいるから喋るんじゃないの我々が。我々がね。我々っ我々、て今、よ我々しじゃない、よしじゃがね。ない誰かのことですけど。うん。でも確かにね、クリエイティブな人、一人呼んで、どういうことどういうことって、そうそうそうそだって、こう聞いてる人、クリエイティブじゃない方は、う。うん。俺と同じ立場ですから。うんうん俺いた方がいいのか。うん。うん。そうそううそう。ん。うん。でも、あまりにも理解できなすぎて、他の人が、よし、バカだな、こいつってなっちゃうけどね。全然理解できねえじゃん、みたいな。うん。まあ、でも、そういう会があってもいいんじゃないですかね。まあね、うん。誰かクリエイティブな人、今全然もう、上ちゃんしか思いついてないけど、上ちゃん以3外いないもんな。人でできたら面白いんだけど、3人だとちょっとさすがにでしょ？リモートだとあれなんで。クリエイティブな人ってあとうん。誰かいる？ああ、まあいる。私の周りの人とかそういうことになっちゃうよね。いる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 。確かに確かに。うん。そうだね。ほら、ステンドグラスのアクセサリー作る水穂さんとかね。うーん。うん。うんうんうんううんうん。ん。結構いますね。この間さよならパーティーに来てくれた千葉のうん。ヒロさんって方も、彼うんうんはですね、本業はあるんですけども、白黒の女性の、ヌード写真とかうっていうのをーん。よく撮ってらっしゃって、コンクールとかもね、出すような人なんですうんけど、うん彼もクリエイティブだな。うん。うん。とかね、いっぱいいますな。うん。うん。今後対面で対談できたら ね、したいですね。ぜひぜひ。一回誰かとやってみて、俺いらねえなって言ったら、次から俺、いない状態でゲスト会。そう、なんかお題目によるんじゃないですか。まあね。さっきみそうかも。たいな話をするんだったらやっぱよしがいた方がいいし、うん。知らない立場で聞く人も必要ですよね。そうそうそう。クリエイター同士、ものを作る人同士の会話っうん。ていう体だったら、まあ、よし、いなくて、その作家同士みたいな方が。うん。そうね。作あ、家同士っていう響きいいですね。それね。確かうに。ん。うん。我こそは、ユミと話したいっていう人がいればね。よしはいらないっていう人いれば、お申し込みいただければ、設定しましょう。はい。
うん。東京とかの方でも、私が出張の時に。ああ、あとはオンラインでもいいじゃないですか。うん、なんか、リモートちょっと、ね、対面の方がやりやすくないですか？まあまあ、それはそうですよ。対面はやりうん。やすいですね。そう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 ん。う。うん。我こそは。ぜひ。我こそはという上ちゃんぜひね。名指し。うん、こんな感じですね。今日はね。はい。はい。今日はこんな感じで。何クリエイティブはどっから来るのっていう感じ？そう、クリエイティブどこから来るのです。もう俺まだ理解できてなかったですね。ちょっとわかんない。まあでも私の言い方も抽象的だけど。まあでもな、ひらめき多いと思うんだけどな、作ってる人は。うん、でも抽象的にしかできないでしょ、このうん、表現っていうの。わかんないもん。まあ、そうっすこの話題はまだね。まだ続きますな。うん。うーん。ということで、皆さんからのお便り、お問い合わせ、うん、花火うん。大会は子供が怖がるからやめてくださいとかね、いろいろクレーム言ってくれれば、全力で、否定しますから。うん、否定よしがはしねえか。長文レス。長文レス、俺もう戦うからね、マジでね。俺、リッパーさんとマジで。今まそうでもずっという時のよ戦うから。し怖い。思いがあるんだよ。もうたまたま気に入らないからなんか文句言ってきた人が、俺に勝てるわけねえんだから、本当に。うん、普段は仏のようなよしが、こういう時は表現しますか？表現じゃないか。仏の顔も一回きりっていうね。あ、そんなことわざが。いや、今作ったんですけど、すいません。あ、そうなの。そうそうそう。すいません。怖い。はい。なので、コメントとかいろいろおはい。待ちしてますんで、お待ちしてます。ぜひぜひ。はい。よろしくお願いしまお願す。いします。こんなこと言われてコメント書かねえよ。書きづらい。書きづらい。すいませんでした。ぜひね、賞賛コメントぜひお願いします。はい。お待ちしてます。何でも全力でください。戦います。お悩み相談、賞賛、引き続き。賞賛コメントにさえ全力で戦うと。ダメだ。こんなんダメだ。はい。ということでございました。あはい。りがとうございました。ありがとうございました。また来週お耳にまたこのかかりましょ話はね、いずれしますよ。う。はい。リベンジします。あ、確かに。全然俺解決してないから。ですね。わかりね、ました。よろしくお願いします。また来じゃあ、週お耳にかかりましょまた来週。お疲れう。様でした。はい。さようなら。